日本に4点も取られたのかよ。もう帰ってくるな。人生で日本がアルゼンチンの若手をこんなに倒すの見たことない。日本って本当に強くなってるのか？日本はサッカーをすごい勢いで発展させてる。今の日本には気をつけろ。アルゼンチン相手に日本がそこまでやったならもう普通にすごいよ。こんにちは、葵です。こんにちは、ひなです。今回は6月3日から6月7日に行われた U16 インターナショナルドリームカップ2026ジャパン。この大会の試合後の相手チームサポーターと話していくよ。何この大会？簡単に言うと、16歳以下の代表チームが集まって戦う日本開催の国際大会だね。この大会は今回で10回目だよ。久保建英選手、中村敬斗選手、佐藤龍之介選手、去年 U17 ワールドカップで活躍していた多田博人選手、吉田湊選手もこの大会に出てたよ。4代目ほかげが日本にいるぞってU17の時に海外の人に言われてた吉田湊選手。なんとこの大会、日本は2019年から5連覇中で、今回はコートジボワールに3対2、フランスに3対1、アルゼンチンに4対1で勝利して6連覇しちゃったよ。すごい。3戦目のアルゼンチンサポーターがメインになるんだけど、試合後どんな感じだったか順番にサポーターと話していくよ。まず1戦目のコートジボワールサポーターのコフィくんとリモートをつないでるよ。サリー。サリュー、コフィくんよろしくね。2対0でコートジボワールがリードしてからの逆転負けだから悔しいよ。すごいぞ日本。じゃあコートジボワールサポーターの話を聞かせて。任せて。コフィくん、日本対コートジボワールは3対2だったけど、サポーターはなんて言ってるのかな？俺たちは最初リードしてたんだよ。25分にコートジボワールが先制して42分にも追加点を取ってる。2点リードしたのにね。そうなんだろう。日本に追いつかれて最後に3点目を取られて負けた。だからコートジボワールサポーターから見ると、ただ負けたっていうより勝てる流れを自分たちで落とした。2点リードからの逆転は悔しいね。荒れてるっていうよりまたかって空気が強い。特に多かったのはリードした後の集中力の問題だねっていう声だね。またなんだ。コートジボワールはどのカテゴリーでもリードすると満足して急にプレーが緩くなるって言われてですわ。点を取った後に集中力が落ちて弱い時間帯をうまく管理できない。日本戦でそれが出ちゃったんだ。そう。しかも U23 が日本と引き分けた試合の後にも同じことを言ってた人がたくさんいたし、コートジボワールの全カテゴリーに共通する問題は集中力と規律、そして試合中の苦しい時間帯の管理だ。 U16 だけの問題じゃないんだ。そう。だから今回の日本戦を見ても、ああ、またオラジだって感じになってる。リードした後に余裕を持つんじゃなくて逆に油断してしまう。そこを相手に疲れる。コートジボワールと戦うチームはもうそこを分かっていてそこを押してくる。そんなこと分かってたのかな？なんで2対0から負けるんだ。若いカテゴリーは大丈夫なのか。 A 代表以外は厳しい。 U23 も U16 も若い世代を見直せって声がある。日本に負けたことで育成年代全体への不満が一気に出た感じ。守備の問題と集中力不足もずっと言われてる。リードしてる時こそ守備と中盤が落ち着かないといけないのに、そこで緩んでしまう。よくやった。落ち込むな。アルゼンチンとフランス相手にもっとできる。勇気を持て。全ては可能だって言ってる人もいたけどね。16歳なんだからまだまだでしょ。もちろん U16 の選手たちだからね。ただ応援しながらも同じ問題を繰り返してることにはみんな不安を持ってる。地方にもっといい U16 がいるかもしれないのに、どうやって代表見つけてるんだ？地方の選手って他の国はどうやって見てるんだろうね。選手たちには落ち込まずにやってほしいけど、2対0から負ける試合を繰り返すならただ頑張れだけじゃ足りない。中盤、守備、集中力、メンタル、先行、そこをちゃんと見直さないとまた同じことになると思う。コートジボワールからはこんな感じだよ。コフィくんありがとう。それじゃあアビアト。アビアント。次はフランスサポーターのクレマンくんだよ。サリー。サリュー、クレマンくん話聞かせて。フランスサッカー連盟はこの結果を公表してないんだけどね。フランスは1試合目アルゼンチンに0対3、2試合目の日本に1対3で負けて2連敗しちゃったんだけど、現地ではどんな感じなの？日本に負けたっていう結果もそうだけど、それ以上にフランスの育成大丈夫なのかって話になってる。試合内容より育成の話？そう。フランスはまだ選考基準が身体能力優先なんじゃないか。サッカーの上手さよりまずアスリート能力を見てるだろっていう不満がある。
フランスってテクニックもすごいイメージだった。もちろんそういう選手もいるよ。でもまだそういうフィジカル重視の選び方が続いてるって見てる人がいるんだけど、それに対して同じ意見の人もいる。大事なのは資格を持ってることだからね。みたいな指導者は資格とか肩書きはあるけど、本当に今の育成に合ってるのかっていう皮肉だと思う。辛口だね。もっと強いのもあるよこの中世時代みたいな監督たちは何なんだって考え方が古すぎるって怒ってる。フランスの育成って世界的に評価されてるのに、内側ではそんな不満もあるんだね。そうなんだよ。しかも今回の U16 だけじゃなくて U16 も U17 の流れのままだって言ってる人もいる。つまり若い世代全体で同じ問題が続いてるって見られてる。それって今回負けたから怒ってるだけじゃないってこと？そう、たまたまの敗戦というより前から感じてた不満が日本戦で出てきた感じだね。さらにフランスサッカー連盟はでかいだけの選手を重視する文化だ。でかいだけの選手？これからも背の高い選手ばかり取ってサッカー選手を選ばなければいいって皮肉も言われてるよ。自分たちの育成に満足している場合じゃない。この育成のままでいいのか、まだフィジカル優先なのか、指導者の考え方が古いんじゃないかっていうね。フランスからはこんな感じだよ。クレマン君ありがとう。それじゃあアビアント。アビアント。次はアルゼンチンサポーターのバウティスタ君だよ。オラオラ。バウティスタ君よろしくね。アルゼンチンはフランスに3対1で勝ち、コートジボワールに4対0で勝ち、1対4で日本に負けちゃったね。今回一番みんなが驚いてたことは日本に 4-1 で負けたってところなんだよね。私も驚いちゃった。アルゼンチンでもそこはみんなびっくりしてた。本当に日本って感じで驚いてる人は多いよ。みんな驚いてるじゃん。やっぱりアルゼンチンサポーターからしたらそのスコアは衝撃だったの？しかもただ負けたんじゃなくて4点取られてるからね。人生で日本がアルゼンチンの若手をこんなに倒すの見たことない。そんなに珍しいことなんだ。かなり珍しいと思う。日本ってそんなにいいの？って驚いてる人もいたしね。驚きがすごいんだね。でも怒ってる人もいたよ。日本に 4-1 で負けるなんて。ってね。でも全体的にはただバカにする感じじゃなくて、日本って本当に強くなってるのかって感じなんだよ。しかもさ、アルゼンチンはその前にフランスに 3-0 で勝ってコートジボワールにも 4-0 で勝ってるんだよ。だから余計に日本に 4-1 っていう結果に驚いてるんだよ。前の2試合は強豪国らしく勝ってるもんね。弱い流れで負けたんじゃなくて、しっかり勝ってきたチームが日本に大敗したら驚いちゃうよね。まさにそれ。だからマジで日本に負けたのか、しかも4点取られたのかっていう反応が多かった。日本すごいな。アルゼンチン相手に日本がそこまでやったならもう普通にすごいよ。ヒヒヒヒヒ。日本に4点も取られたのかよ。もう帰ってくるな。いや16歳以下だよ。厳しすぎでしょ。アルゼンチンはサッカーに対する目線がめちゃくちゃ厳しいからね。代表のユニフォームの重みを分かってない。ただの負けじゃ済まない。スコアのインパクトが大きかったんだ。そう。あと競争力をちゃんと鍛えないと上の年代に行った時に落ちる。必要なのはキャラクターだっていう意見もあった。キャラクター？勝負どころで折れない強さとか戦う気持ちみたいな意味だね。アルゼンチンではそこをかなり大事にする。技術だけじゃなくて勝負に向かうメンタルも見られるんだね。そう。だから日本に負けたことそのものより4点取られたことにショックを受けてる人が多かったと思う。でもそこまで言われると選手たちもかわいそうな気もする。俺もそこはそう思う。だってこのチーム日本に負ける前はフランスに 3-0 で勝ってコートジボワールにも 4-0 で勝ってるんだよ。そう考えると全然ダメってわけではないもんね。むしろ結果だけ見れば2位だし強い相手にも勝ってる。だから全部を否定するのは違うと思う。この子たちには未来がある。次世代はまだまだいる。アルゼンチンはどの年代でもなんだかんだ決勝に絡んでくる。日本には負けたとはいえフランスを倒してる。フランスには3対0だもんね。そうなんだよ。だから日本に 4-1 で負けた衝撃は大きいけど、それまでの勝ち方まで消えるわけじゃない。個人で評価されてる選手もいるのかな。ブルーノ・カブラルだね。大会で4点取って得点王になってる。負けたけど数字は残してるよ。カブラルはすごい。若い世代に楽しみな選手がいるのは間違いない。16歳って高校1年生だもんね。私の16歳なんて飛行機すら乗ったことないよ。この子たちには未来がある。よくやった。他に日本について何か言ってるのかな。アルゼンチンサポーターでもこの負けはただの偶然じゃないって言ってる人もいたんだよ。ただの偶然じゃない？日本って本当に強くなってるんじゃないかって話になってるんだよ。日本の強さを認める声もあるってこと？かなりあったよ。
日本はサッカーをすごい勢いで発展させてる。今の日本には気をつけろ。しかもただ今回だけ強かったって話じゃなくて、日本はどんどん良くなってる。昔はどこの相手にも大差で負けてたのに、今は完全に変わった。どこの相手にも大差で負けてた？私が知らない昔の日本。そうそ日本の100年計画を見ろ。うって言ってる人もいた。日本は短期的に強くなったんじゃなくて、ずっと長期的にやってきたんだ。100年計画って気が遠くなっちゃうよね。そこをちゃんと見てる人がいるんだよ。日本はヨーロッパや南米の強豪に追いつくために、かなり前から長期計画で取り組んでる。遅かれ早かれ、計画性と経済力でそこまで行くって言ってる人もいた。経済力か。あと日本のやり方は尊敬できるって声もあったよ。日本は大金を払って外国人に全部やらせるんじゃなくて自分たちでやってる。自分たちで。日本人の監督がいて、育成年代も日本人がちゃんと作ってる。だから明日もし日本が強くなっても誰も文句は言えない。それはかなり褒めてくれてるね。そう。日本は自分たちの方法でやってるから尊敬できる。ただそれに対して日本にも外国人監督はいたし、 J リーグにも選手だけじゃなくて外国人スタッフはいるって返してる人もいたけどね。 J リーグも見られるとそうなんだけどね。日本のサッカーは完全な独自路線というよりチームプレーが強くて、どちらかというとイングランドっぽい部分もあるって言ってる人もいたよ。日本をいろいろ見てるんだね。うん。でも全体としては日本は着実に良くなってる。日本はどんな分野でも優秀になるみたいな雰囲気はかなりあるんだよね。なんか嬉しいね。日本はいつかワールドカップを勝つかもしれない。アルゼンチンサポーターからそんなこと言われてるんだ。でもいつかって言いながら何年も経ってるじゃん。ってツッコミもあった。そんな前からアルゼンチンでは言われてたんだ。そう。でも別の人は今回のワールドカップで日本はサプライズになる。覚えておけって言ってたよ。めちゃくちゃ評価高い。あと日本は USA2026 ワールドカップの怖い存在になる。ワールドカップでも日本には気をつけろって声もあった。 U16 の試合なのに A 代表のワールドカップの話になっちゃってるんだね。アルゼンチンの人ってサッカーの話になるとすぐ大きい話になるからね。でもそれくらい今回の 4-1 は印象が強かったんだと思う。他にも日本に注意しろ。今の日本は危ない。日本どうなってるんだ。日本はかなり仕上がってるな。って言ってる人もいた。アルゼンチンはワールドカップでは初戦でやって以来試合してないもんね。あと日本に負けたのは悔しいけど、あいつら相当強いんじゃないかって空気もあるよ。ブルーロックプロジェクトは本当だったのか。ブルーロックが現実になった。って盛り上がってた。出たブルーロック。今回の日本を見てスーパーチャンピオンズができなかったことをブルーロックがやった。スーパーチャンピオンズとはスペイン語でのキャプテン翼です。得点したのは潔と凛だったんだろ。完全にブルーロックじゃん。しかもさ、数週間前に日本が若い選手を集めて競わせるって話を見た。まさにブルーロックみたいだった。考えてみたら現実で実行するのもそこまで難しい話じゃない。アルゼンチンサポーター楽しそうだね。そうなんだよ。そのうち日本にオリバー・アトムが生まれるぞ、気をつけろっていう人も出てきた。オリバー・アトムはスペイン語での大空翼です。さらにオリバー・アトムがハットトリックしてスティーブ・ヒューガがタイガーショットで決めたんだろみたいなノリもあった。楽しそうだね。日本相手だとどうしてもスーパーチャンピオンズとブルーロックが出てくるんだよね。アニメネタで笑ってるだけじゃなくて現実の日本がそのイメージに近づいてるってみんな驚いてるんだよ。アルゼンチンが負けたことにショックを受けてる人は多い。でもそれと同時に日本を認める声がかなり出てる。日本に気をつけろ、これはもうただのアニメの話じゃないってね。アルゼンチンからはこんな感じだよ。バウティスタくんありがとう。それじゃあまた。チャオ。チャオ。 U16 でもアルゼンチンサポーターはすごい熱量だったね。さすがだね。この年代の日本代表は今年の U17 ワールドカップに選ばれそうな選手いるの？ミーデラシン選手が4得点で MVP になったんだけど、この選手は注目だよ。みっちゃん要チェックや。でも4得点ならアルゼンチンの得点王になった選手と同点じゃない？得点が同点の場合は出場時間で決まるんだよ。そういえばアンダー世代のアジアカップでもそんなルールあったね。何分と何分だったの？ミーデラシン選手が204分、ブルノ・カブラル・ガレアノ選手が152分だね。52分も違うなら仕方ないか。気になる方は JFATV の YouTube チャンネルにハイライトがありますので見てみてくださいね。16歳なのにみんな上手くてすごいよね。そうだね。4年後か8年後にあの時の選手がワールドカップに出てるってなるかもしれないね。それ楽しみすぎる。要チェックや。じゃあ今日は終わりだよ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。